今日も楽しそうになんかやってますね。撮るんですね。どうしたんですか。なんかトラブルですね。トラブルなんですけど、はい手で持ってるとはい動くのに、はいはい。置くと動かない。もう一回持ってください。すげえですね。手で持ってずっとついてコース走ればいいじゃないですか。今日も楽しそうになんかやってますね。撮るんですね。どうしたんですか。なんかトラブルですね。トラブルなんですけど、はい手で持ってるとはい動くのに、はいはい。置くと動かない。もう一回持ってください。すげえですね。手で持ってずっとついてコース走ればいいじゃないですか。それではそれか手だけ手だけ手だけ車につけとくとか。ほらおかしいんですよこれ。そうですね。ちょっと置いてみてください。何のがおかしい。置いた状態でちょっと配線のところをちょっと触ってみてください。アクセル入れて。アクセル入れてる。どっか接触が悪くてとかってなさそうです。でもなさそうですよね。今アクセル入れてるんです。アクセル入れても入れた状態でその辺触ってもダメです。でもこの間はですね、はいこの間も同じような症状が出たんで、なのに手で持つとすげえやっぱもう動くんですよ。ついて一緒に走るしかないです。知るしかないんですかね。乗り込めっていうことです。乗り込め。乗ってる感覚で実際乗れないんでついて走って回らないといけないです前回はここの接触不良だったんですよ。けど。でも治ったんで、持ってきて、最初のうちは走ったんです。でその置いてる状態で持った時みたいに手をその車につけたら落ちますよ。どういうことですか。なんかすごい症状が起こってますね。何なんですかこれ。すごい。でん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 さあこれただ置いとくとモーターが反応しないんですけど、なんと私が手に持つとやってください。ちょっとやってください。これあ、そっか。今ハンドパワーよりも何でしたっけ。ハンドパワーよりも今何ですか。何でしたっけ。なんかやってますよね、韓国の人が。韓国の人。ゴーさんだったかな。最近ドローンの CM とかでもなんか出てますよね。知らないです俺。本当ですか。夜更かしに出てた人が宣伝に出てますよね。そうなんですか。すごいですね。やっぱ手でついて走るしかない。ですけど、バッテリーを車体から外したらどうなるんですか。バッテリーを車体から外すと、どうなるんでしょう。何なんですか。面白いことが起こりますね、世の中。面白いですね。あ、じゃあもうバッテリー持ってついて走っていけばいいんじゃないですか。
優先子供の頃の遊んだちょっとそれで走ってみてくださいよ、じゃ優先度が時間じゃないですか。あそれ置いたまんま、今だと今動くんですか？あ、この状態でそうですね。いや、それ今動くんですか？動くじゃないですいやでもおかしいですか？あ、おかしい。はい、ちょっと手で持ってついていってみてください。勝手に動いてますもんね。ちょっと手でバッテリーを持って、それでちょっとコースをついて走ってもらっていいですか？はい。お、いいよ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 。ドリフトして。バトルが切れませんね。もうでも大体なんでそうなってるかはもう大体気づいてますよね、本当は。いやまだ分かってません。もう分かってるんですね。いや、もう分かっているんですよねって多分とっくの昔に俺は原因分かってるんですけど、そうですか。それを教えてもまた同じことを繰り返すじゃないですか。そうですね。だから今そのトラブルシューティングというか、こういうことが起こった場合にはどういうことをしていけばいいかっていうのの方法というか、こういうふうにしていったらっていう、こう辿っていき方っていうんですかね。はい。だから今多分たどり着きましたよね。今たどり着いたんですか。ちょっと待ってくださいよ。だからもうモーター周りの配線ではないということですよね。そうですよね。でバッテリー持ったら反応はするわけですよね。ということはそのバッテリーこの辺ってことですね。からアンプに行くところのその辺の、接触不良か、バッテリーのところに挿してるピンのところの接触不良か、そういう感じでもある。はい、そこの2ピンコネクターの接触不良か、配線も外から見てても切れてないけど、はい。中で断線してたりとかっていうこともありえなくもないので、ないものです。あとはバッテリー本体の中の何かが接触不良とかだったら、バッテリーをこれで変えてみるとか、違うバッテリーをつけてみてどういう症状になるかは確認したらいいと思います。はいはい。バッテリーは一回変えてみたんです。はい、症状一緒です。症状一緒です。置いたら止まって、置いたら止まって持ち上げたら動く。はい、持ち上げたら動く。別のバッテリーでも。あっちの、はい。ということはじゃあこの辺ってことなんですね。じゃあ左手で持ち上げたらどうなるんですか？左手でですか？今も大丈夫です。大丈夫です。でやっぱり下に置けば、あれ動くんですか？ハンドパワーが充電されましたね。充電された。これで走ったとしてもまた同じ症状になると思うんで、原因は突き止めた方がいいと思います。そうですね。はい。よく同じことだと。ちょっと念のために別のバッテリーと1個変えてみてください。あんまり空転で全開とかしない方がいいですよ。基本的に負荷がかかってる状態だと、ベアリングとかもちゃんとボールがどっちかに押さえられて回るじゃないですか。空転で回すと、例えばベアリングとかでも宙に浮いてる状態でカラカラ回ってしまう。で負荷がかかってる時には回らない回転域まで上がってしまったりとかするので、極力全開で長く回すっていうのはやらない方がいいと思います。はい。わかりました。はい。耳障りですし。はい。俺が言ったわけじゃないですよ。世間一般で。世間一般の人が。ちゃんと鳴ってますよね、これ。ちゃんと鳴ってます？いやでもやっぱちょっとなります。ちょっとさっきのバッテリーじゃない自分のもう一本のバッテリーの方に変えてみてください。原因が分かって治ったら、コースの中ついて走れなくなりますね。はい。今だったら言い訳で僕がついていかないとこいつ動かないんですよちゃんとって言って
テリーってその2ピンコネクターのバッテリーもまだ持ってるんですか？いやもう持ってないです。全部その挿したやつだったらその2ピンのコネクターにしてるところがあるじゃないですか、はい、ここはもう直でした方がいいですよね。こういうトラブルの原因とかにもなってきたりするのでこれやっぱなりやすいですか？なりやすいというか家のコンセントでもそうじゃないですか。はいはい。例えば中で気温が下がったり上がったりすることでその湿気が梅雨でとかでカビが生えて、はい、何もしてないって差しっぱなしでしてるんだけど接点が錆びていって接触が悪くなってそこから接触不良で火事になったりとか、まあ、ホコリがとかっていうので火事になったりとかってあるのと一緒で、やっぱりその、接触するところって銅とかを使ってたりすることが多いので、はい、銅って腐食しやすいので、はいですね、はい、ありますもんですね、はい、だからその密閉されてるように見えるけどお極力、はい、そのトラブルの原因になる可能性があるんでですね。だけどまあそういうのもやっぱりこういう時目に見えない原因がある時とかはちょっと疑うところにはなってきますよね。あとはハンダ付けしてるところが外から見ててつながってるように見えるけど実際ちゃんとつながってないとか、はいはい、だからハンダだけのところで電気が流れてて配線はちゃんとつながってないから、ちゃんとした電気が流れないから途切れたりとか、はい、っていうのはそういうのも原因がありますね。これそれは今までちゃんと走ってたのに突然出る症状として出る時がありますよね。だから電化製品とかもありますよね。そういうものなんですね。何も触らなければ何もその状態が変わらないわけではないので、なんかちょっと途切れるような感じがしますよね。なりますよね。やっぱりこれもう一回さっきの一番症状が出てたバッテリーにちょっと変えてもらっていいですか？どうですか？もういいですか？でもやっぱり完璧じゃないですね。でもちょっと症状はさっきよりは、ついてます。ということは今触ったところっていうのはどこですか？バッテリーからスピードコントローラーのあたりあそこ抜き差しもしたじゃないですか、はい、だから端子のところの接触が悪くなってる可能性があるのでちょっとそこをメンテナンスしてみるとかどうですか？刺す部分のピンのところですね、ここのバッテリーにこの接触するところとかが、はい、焼けたりとかしてるでしょ。はい、してますよね。刺した時にやっぱり、ちょっと電気がパチってなったりとかっていうのを繰り返すと、こう焼けてきたりとかしますよね。するんですね。いやパチパチなってますね。確かにこういう当たってるところがですね、はい、
毎回同じところが多分バッテリーが変わらなくて端子が一緒のやつを抜いて挿して抜いて挿してすると一番当たってる場所って多分同じなんですよね。配線も大体同じ角度で入ってるでしょ。そうですね。だから毎回同じところの接触だからこれ全部がべったりこの中の接点にひっついてるわけじゃないんですよね。はいはい。だからこうやって見てこう他のとこ綺麗だからと思っても結局一番いつも常に当たってるところって毎回同じところだったりとかするので意外とそこの部分の接触が悪くなるとっていうのもあるので。そういうのもあるんですか。そうです。だからまあ抜いて刺した時にちょっと角度がずれたりすると接触する面がちょっと位置が変わったりしてて電気がそこで流れたりとかするから。この中とかも結構そうですよね。だからまあバッテリーもやっぱりそこの部分ってバッテリーも綿棒かなんかでこう掃除してあげるとかっていうのをした方がいいですよね。まあ、普通に使ってる分ではないけどやっぱり長く使ったりとかしてるとそういうことが起こり得たりとかもしますよね。例えばここにマイナスドライバーを突っ込んでちょっと開いてやるとかだけでも当たり方が変わるので、あと接点復活剤とかですね、あの辺だったりとか、まあ、それ一応メッキで表面処理してあるんで、電気流れが良くなるようにですね。でも結局当たってる部分っていうのが毎回同じところで同じ点で当たってて、でそこのメッキが剥がれるじゃないですか。で焼けてカーボンがついてその腐食して汚れとかがついたりとか接触があんまり良くないような状態になってるところだけで常にこうずーっとついてればすごく悪くなりますよね。これちょっとこれを開いてみてやってみたりとかするといいですよね。そのハンダのあれが入ったらいいんですね。いろいろ勉強になりますね。これでこっちでいいんでしょう。まあそこちょっと端子広げてみました。広がりましたよね。はい。その一番なんか汚れてるところが多分一番接触するところなので、そこをちょっときれいにしてあげて。黒くなってるでしょ。黒くなってます。これももしかして何ですか。これだってあれでいいんですか。リュータとかみたいなこう削るまではせんでいいとですか。まあ削ると接触悪いよりは接触の悪い状態よりはまあ良くなるけど、金メッキの方が電気を流しやすいのは流しやすいでしょうね。だからそれが取れてしまうので。もしかしたらそのメッキは取れてないけどその上にスラッジみたいなのがついて接触が悪くなってるだけかもしれないので、まずはきれいにしてあげてで様子を見てあげる感じでもいいかなと思います。まあ手で持ってついて走り回ればいいだけなんでそれではですね、いやいい健康的でいいと思いますよ。モータースポーツっていう感じになるありますね。自分もついでにその通勤のコネクターのところも接点のそれでちょっときれいにしとったらいいんじゃないですか。電気は目に見えないからですね。見えないですね。これこのままいいんですか。いいですよ。ちょっと一回つないで走ってみてちょっと様子を見ましょうか。これはなかなか
そうですね。途切れなくなりましたね。良さそうですね。そうですね。こういうのも、まあ、電気がどのくらいの電気の強さのものがどのくらいの接点を通ってどこに行ってそれがどうなってでモーターに電気が入ってっていうイメージをしていくと、ここに負担かかるよねっていうイメージもできてきますよね。で一回なんかいらないバッテリーとかを一回逆接とかしてみたらいいです。結構な電気なんで 7.4 ボルトって。その電気が黒くなってる1点だけで通ってたわけですよ。やっぱそこでバチバチってなるのを繰り返すと、カーボンとかやっぱたまりやすくなるのはイメージつきますよね。それも走らせる時も車の声ですけど、やっぱそういう車の状態っていうのも、声を聞いてあげるっていう意識をして向き合ってあげるとトラブルも早めに反応してあげて早めに対応できれば最悪の状態になる前に修理できればお金も無駄にかからないしですね。でやっぱりさっき言ったようにその2ピンコネクターとかも使ってないでなくても使うことないものだったらもう無駄なものじゃないですか。そうですね。もう、無駄なもの結局その無駄をいかに減らしていくかいかに単純にシンプルにしていくかっていうことでトラブルが出るところを減らした方がトラブルって出にくくなっていきますよね。だから面倒くさいかもしれないけどそのハンダ付けとかもう一回やり直さないかんけど配線も作り直したりとかするっていうのは後々そういう目に見えないトラブルが起きた時にその時のハンダ付けをする手間以上に無駄な時間を使ってしまうことになるので、そういうのも考えてやってみるといいかなと思います。わかりました。いやすごい。後ろついて走ってもらってもいいんですけどね、絵的には。いや面白くないですね。ハンドパワーじゃなかったですね。奇跡の人かなって一瞬思ったんですけどね、残念。全然違いますね。走りでちょっと奇跡の走りでちょっと見せてもらいましょうかね。じゃあ。はいですね。